皆さんこんにちは。 PT タイガーです。本日は扁平足になると足関節の中で何が起きるのかというテーマでお話をしていきます。皆さんこんな疑問を持ったことないでしょうか。扁平足というのは、内側の縦アーチが低下した状態を指します。このようなアニメーションの状態ですね。じゃあその時の足関節ってどんな風になっているのか、これ正確に理解できていますでしょうか。意外と知らないんじゃないかなと思います。今日はここの疑問に対して、一つの論文を参考にして解説していきたいと思います。今回参考にした論文はこちらです。日本語に訳すと、進行性扁平足における足関節及び経皮靭帯結合部の距離マッピングと体積測定です。アメリカのアイオワ大学ケビン・ディバーン先生が書かれたものになります。この論文に先ほどの疑問の回答が書かれていましたので、今回は解説をしていきたいと思います。ちなみに無料で読める論文ですので、もししっかりと原文を読みたい方は検索してみてください。そしてこの論文の理解を深めるために必要な本日の内容ですね。それはこちらです。まず1つ目、足関節と側部下体の基本を理解しよう。2つ目、進行性扁平足 PCFD とは。3つ目、ウェイトベアリング CT で何がわかるか。4つ目、PCFD 患者の足関節の特徴というところになります。1つ目から話をしていきます。まずは足関節の基礎です。足関節という言葉には、競技の足関節と講義の足関節があります。一般的には足関節というと、下体と虚骨からなる巨体関節、これをイメージする人が多いんじゃないかなと思います。ただ、講義の足関節という考え方もあって、ここには先ほどの巨体関節に遠位経皮関節と虚骨下関節、これが加わります。ちなみにドイツ語圏だと巨体関節を上足関節、虚骨下関節を下足関節というような言い方もするようで、足関節と一言で言ってもですね、どこを指しているのかというのを知る必要があるのかなと思います。ちなみに今回の研究では巨体関節と遠位経皮関節、この部分について書かれています。そしてもう一つ、下体から側部を分類する考え方がありますね。それがこちらになります。下体と虚骨の複合体と側部のユニットに分けています。これは虚骨と経皮骨の複合体が荷重を側部に伝える足のユニットですね。脚の方の足です。そして小骨側部ユニットというのが地面に適合する足のユニットになります。小骨側部というのは日本語だと少し分かりにくいんですけれども、小骨の動きを中心として側部全体が動くためにこのような名称になっているのかなと思います。で、今日の話というのは小骨側部ユニットの状態が過剰解内して扁平足になっていると、虚骨経皮骨の複合体の状態がどうなっているのかという観点になってきます。続いて論文のタイトルにもあるプログレッシブコラプシングフットディフォーミニティとは何かということですけれども、日本語に訳すると進行性扁平足と訳します。これは日本足の外科学会の資料にも明記されていますね。で、もともとは1980年代後半から後脛骨筋機能障害という言葉があって、その病態を指すものが後脛骨筋腱だけの問題じゃないよねというところからですね、2000年代は成人期の後天性扁平足というふうに呼ばれていました。で、それが2020年代になってですね、疾患が成人に限定されるという誤解を招く可能性があるというような理由と、プログレッシブ進行性という言葉を用いることで、疾患が時間の経過とともに悪化する特性を明確に表現したということで、このPCFD ですね、進行性扁平足と呼ばれるようになっています。で、今はですね、もう海外の論文ではこの後脛骨筋機能障害という言葉はほとんど使われていなくてですね、
PCFD という用語で使われているので、ここら辺もですね、ぜひこの機会に覚えておいていただくといいのかなと思います。そして、この PCFD 分類、ここが大事なポイントになります。まず進行性扁平足というのは2つのステージに分けて考えます。どうやって分けるかというと、可動性があるかないかですね。そしてクラスは A から E の5クラスで、これは部位によって分けられています。高側部の外反から中側部、前側部、そして胸骨の脱臼、最後が足関節の不安定性というようなことになります。ここら辺は今回、詳しい話はしないんですけれども、今回の研究の対象ですね、これは進行性の扁平足のステージ1を対象にしています。でこれ大事なポイントですね。つまりステージ2はすでに関節が固まっているので、より初期段階、まだ柔軟性のある状態の扁平足を対象にしているというのがポイントになります。最後は今回研究で使われているウェイトベアリング CT についてですね。これ今までですね、単純なレントゲンや皮下獣医の CT を使ったり、もしくは遺体ですね、ご遺体を使う研究がほとんどだったんですけれども、2010年代からこのような機械が発展して、荷重した状態の側部を 3D で知ることができるようになりました。なのでアライメントや関節の距離、被覆ですね、どれぐらい関節面が接触しているのか、そういったところがこの機械を使うことによってですね、今までよりも解像度のかなり高い状態で結果を知ることができるようになりました。ということでここまでが理解できたところで、具体的な研究の結果について解説をしていきます。まず何を評価したのかというところですけれども、1つ目は脛骨と腓骨の距離、そして体積を測定しています。ウェイトベアリング CT を使用することで、イラストにあるように空間の体積を定量化することができますので、人体の弛緩による空間の拡大や変形による強小化などを客観的に評価することができます。これは本当にすごいなというふうに思いますよね。そしてその結果ですね、左側が健康な人のグループです。比較的ですね、青や緑の色が多くて適度な隙間があるということが分かります。で、右側が PCFD のグループです。これはよく見ていただくと、健康な人に比べて黄色やオレンジ色ですね、この部分が多く見られているかなというふうに思います。これつまり進行性扁平足の群では経皮関節がですね、健常群よりも狭くなっているということが、これを見ていただくと分かるということになります。これが1つ目の結果ですね。そして2つ目は何を見たのかですけれども、これは胸骨の関節面、胸骨滑車と内下外下との関節面ですね、この被覆や経皮骨との距離を見ています。このようにゾーンに分けることで、関節のどの部分にどのような変化が起こっているのかというのをピンポイントで見ることができます。結果ですね、左が健康な人の胸骨、関節面の大部分が青色で、脛骨に適切に覆われているということを示しています。そして右側が扁平足、進行性扁平足の虚骨ですね。関節面の前方に脛骨に覆われていない、グレーの部分ですね、この領域が広がっています。これは、PCFD の初期段階で虚骨が低屈して関節の前方部分が被覆されていない状態というのを示しています。そしてこれは関節面の距離ですね。進行性扁平足の群では外下後方の関節面が優位に距離が拡大していることになっています。つまり腓骨との距離が離れているということになりますね。ちょっと分かりづらいんですけれども、全体として脛骨と腓骨との距離は縮まっているけれども、後方ですね、後方に関しては虚骨と腓骨の距離が拡大しているということで、これはどういうことかというと、虚骨が低屈して内転しているということを示唆しているというふうに考えられます。最後は関節の被覆率ですね。どれぐらい関節の安定性がいいのかの指標になります。これは先ほども言いましたけれども、赤い部分が被覆率が低いということになりますので、
胸骨の前方部分は脛骨との関節面をなしていないということになります。もちろん内外側もそうなので、腓骨と胸骨との関節面、脛骨と胸骨との関節面も同じように前方部分に関しては被覆されていない状態になるということになります。ここまでを踏まえてですね、実際に進行性扁平足の足関節がどのようになっているのかというのを、イメージをアニメーションで見ていただくと分かりやすいかなと思います。まずは左側の四条面で見てみると、胸骨が低屈しているのが分かるかなと思います。そして内転方向にですね、こちら側を向くような方向に、回線も加わっています。そして右側の前額面では、経皮間の距離がですね縮まっているというのがアニメーションからわかるかなと思います。通常ですね、経皮関節というのは足関節背屈位で広がることが知られています。でそれはですね、胸骨滑車の前方部分が広いので、それによって背屈するとその部分が経皮間を押し広げるようになるわけですね。で今回の結果で初期の進行性の扁平足というのは胸骨が低屈して関節の前方部分、つまり関節面が広い部分が接触しない状態になっているので、経皮間が広がらずに健常な状態と比べて狭くなっていたということになります。最後になりますけれども、この初期の進行性扁平足ですね、可動性がある状態の扁平足、これは胸骨が低屈して経皮間距離が縮まるという結果になりました。ということは、この現象というのは足関節の背屈制限を作る上で、大きな要因になっているんじゃないかなというふうにも考えられます。そして放置してしまえば、いずれはステージ2のですね、関節が動かない状態になって保存療法では回復できなくなってしまうということが考えられます。これに対応する方法として私がおすすめするのは、深く安定したヒールカップによってですね、胸骨のアライメントを整えることができるインソールフォームソティクスメディカルです。もしあなたが扁平足に対して運動療法以外の治療の選択肢が欲しいと思っているのであればですね、ぜひ概要欄から詳細を確認してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。